じゃあ出身地ははいベトナムベトナムで、住まいはこの辺りですか？ちょっと遠いんですよね。川口の埼玉県だから。そうなんだ、はい。遠いんだ。今アパートはい、今アバッアトですパートね。に、住んでる。で、はい。聞いても家賃はおいくら払家ってますか？賃は7万円ぐらい。7万円、はい。学生さん？はい、学生さん。学生さんなんだ、そっかそっか。じゃあちょっと質問3つ聞かせてください。今まででそのお部屋はい。借りるときにすごく困ったことってありますか？困ったことはなんか外国人はなかなか借りないられないんですよね。日本の法律では。法律は関係ない。関係ないっていうか、外国人は借りるとき難しい。わかる。はい。だからなんかもし借りるときに、外国人のちょっと優しくなりたくださいと言いますと思いますね。そうだよね。外国人にもっと優しくしてほしい。はい、そうです。そうだよね。私もね、いろんな国の人から部屋を探してって言われて、すっごい大変で、10個あったら1個ぐらいしか OK じゃなくて、もうちょっと信じられない。そうですね。そんな私たちが海外行ってもそんなこと言われないじゃん、あんまり。そうなんだ。やっぱりその他には特に難しいことはない。難しいことはゴミゴミはい、とっても困っている日本に来たばかりなので。そっかそっか、わかりました。で、次はもしなんだろう、サポートがあるとしたら、どんなサポートがあったらいいなって、部屋を借りるときにいいかなって思いますか？いろいろな情報を紹介されたり、でこの辺は何かダメと言われてくれたり、なんかこの辺はいいなことはやってくださいとか、ちゃんと教えてもらっていい。それはいいことと悪いことと、なるほどね。普段の生活の中で、街とか家とか、例えば夜何時過ぎは大騒ぎしないとか、なんかそういう一般的なことね。わかりました。ありがとうございます。日本に来て何年ぐらいですか？2年ぐらい。2年。じゃあなんか一番大きなカルチャーショックって何かあります？特にないんですよね。本当？特にそんなにない。私もね、ベトナム大好きで、2回、ハノイと、もう一個なんだっけ、南の方、ホーチミン。ホーチミン。そういう大きな町だから、私は小さいな町に住んでいるから、そんなことがありませんので。そうなんだ。でも仕事そこで。そうなんだ。でもベトナム料理のレストランあるよね。あるんですけど、なんかハノイなんだっけ、ヌードルじゃなくてハノイなんとかフォーだ。あそこよく行く。フォーが、特に日本人がフォー大好きと言われている。そうなんだね。そっか。でもじゃあ今は落ち着いて、結構ちゃんといろいろ分かって、2年。学校は2年。学校は2年。じゃあもう終わる？今もう入ったばかり。専門学校。専門学校は2年間で。専門学校？語学学校ではなくて？そうですね。語学。日本語学校2年間終わって、今から専門学校。そうなんだ。何の専門？ビジネス。すごい。なんか若いよね、みんな。ベトナムの人は年って聞いても大丈夫？大丈夫です。大丈夫？何歳？21歳で。21。すごい若い。そうなんだ。そっか、ありがとうございました。なんかめっちゃ助かりました。わかりました。ありがとうございます。こんにちは。いかがだったでしょうか？今日から外国人の方へのインタビュー動画をアップしていこうと思います。目標は100本続くかどうか
まあね、このインタビュー動画ってね、楽しくこういろんな人の拝見させていただいているんですけど、すごいね皆さんやっぱ最初の一歩がね踏み出せないの。私も今日2日目にしてやっと一人声をかけることができました。なんかね躊躇しちゃうんだよね。なんかちょっと嫌な顔されたらどうしようとか、断られたらどうしようとか別に断られてもね誰も傷つかないからさ、何を躊躇してるんだろうって分かんなくなるね。はい。で、今日ね第1回目1人目は、ベトナム出身の方でした。学生さんで、そうなんかねすごい日本の生活をすごく気に入ってくれてて楽しんでいるっていうことがなんかね伺いました。語学学校に2年行って、その後、2年間これから2年は、専門学校に行ってビジネスを勉強するとおっしゃってました。やっぱね外国人に貸してもらえないお部屋がたくさんあるんだよねそうまあその人によってこうビジネスで日本に滞在してる人とかもいるから、そういう人たちはね会社でこう住まいを手配してもらったりするから、まあ苦労はないとは思うんだけど、まあでもね立場が違ったらまた違う悩みがあるんじゃないかなってちょっと思うんだよねそんなんでちょっとあっちこっち行っていろんな形の人たちに声をかけてインタビューをしていこうと思っています。まあねすごくね本当今日思ったんだけど、やっぱりその外国人にもっと優しくしてほしいっていうのだから受け入れてほしい、こう人間としてこうねちゃんと受け入れてほしいっていう気持ちがねすごい伝わってきました。なんでだろうね、あんまりこう国籍が違うと当たり前のことっていうのがまた違ってくるじゃないですか。でも話せば分かる人もたくさんいるし、ちゃんとしてる人はさ分かってくれるよね。でももう今特に私みたいに会社とか自分で物件を持っていない立場でいると、もうね管理会社さんとか物件を持っている不動産会社さんからもう外国人はダメですってもうそこではい終了ってなっちゃうんだよね。どうしてもね納得いかなくて、ただ私みたいにそうやって物件を持っていないから大家さんと直接交渉するとかっていうこともできないじゃないですか。まあ難しいよね。かなりハードル高いと思う。だからこういったね動画を上げていって、こう一人一人のこの状況とか気持ちとか思いをこう発信していけば少しは変わっていくのかなっていうふうに思って始めました。はい。まあちょっとこの裏側の話はねまた今度ライブでもしようかなって思っていますほんとね情けなくなるぐらいね一歩が踏み出せなくて、もう何人も外人さん見てるのに話しかけられないので、なんかちょっと不審者のように同じ場所うろうろしてみたりとかそんなこともしてました。そうなんです。それからね、相続の相談もこれからやっていくんですけど、その意味で今日はね日本人のおばさまにもお話を聞くことができました。ただね動画はダメということだったので、そういう案件に関してはノートの方にブログとして残していけたらいいかなって思っています。はい、ではまたどんどん撮っていきますんで皆さんぜひ見に来てやってください。はい、それでは今日はこれで終わりにします。最後までご視聴ありがとうございました。さようなら。